うしよう。ゲーム画像が映らない。新人社員が青ざめた顔で俺に駆け寄ってくる。ここは都心の大ホール。社外のコンペで俺たちが試作した新作ゲームを大勢の前でプレゼンする。本番のステージ袖だ。なのに肝心のデモ画面が全く映らない。ノート PC に仕込んだはずのプログラムが反応せず、スクリーンは真っ黒なまま。よりによって本番中に最悪のトラブルが襲ってきた。客席からは不穏なざわめきが聞こえ、司会者が困惑しながらステージの上手側を覗き込んでいるのが見えた。すぐ隣ではスタッフが申し訳なさそうに肩をすくめる。もう待てませんよ。次のチームの時間が迫ってますし、このままでは残念ですが諦めてもらうしか。頭の奥がじんと痺れるような感覚。よりによってここまで積み上げてきた成果をたった数分の不具合で終わらせるなんて耐えられない。焦る彼女にバイトの俺は落ち着いた声を装って言う。大丈夫。俺が時間を稼ぎます。君は可能性のある限り PC を復旧させて。あなたが一体どうやって？まあ見ててください。正直うまくいくかはわからない。ただ手をこまねいて終わるよりはマシだ。そう思い心臓の高鳴りを隠しながら俺はキーボードを抱えて舞台へと足を踏み出す。司会者がこちらを振り返りマイクを向けてくる。会場の視線が一瞬で俺に集中するのを感じながらぐっと息を飲み込んだ。さあここからが勝負だ。なんとかこのピンチを切り抜けてステージを盛り上げるしかない。この俺の決断が俺と彼女の未来を大きく変えることになるとはこの時はまだ知る由もなかった。俺の名前は藤倉隼人。昼夜逆転とまではいかないが不規則な生活を送りながら都内のゲーム会社阿久津ゲームスでアルバイトをしている。オフィスには朝から晩まで活気があるが俺は決してその中心にはいない。テスターとしてバグ出しをしたり会議で使う資料をコピーしたりたまに備品の買い出しに行ったり、そんな地味な仕事を黙々とこなす毎日だ。今日も俺は前の部署から回ってきた新作ゲームのテストプレイを淡々と進めている。画面に映るキャラクターが攻撃した瞬間フリーズするバグ。特定の手順で進むとイベントが二重再生されるバグ。そのあたりを地道にチェックしてはスクリーンショットを撮り不具合報告書にまとめる。それを何度も繰り返すうち周囲とのやりとりも最低限に減っていく。いつの間にか俺は社内で静かな人、冴えないバイト君と呼ばれていた。もっともそうやって地味に過ごしている俺の耳にも最近気になる噂は入ってきていた。どうやらとびきり可愛い子が新卒で採用されたらしいという話だ。しかも広報担当として配属されたとかで、すでに彼女目当てに営業や開発の男性社員が部署を問わず覗きに来るのだという。ねえ知ってる？あの子マジでアイドル顔負けらしいよ。噂じゃ社内イベントで PR モデルにするって話もあるみたいだぞ。会ってみて。オフィスのあちこちでそんな囁きが聞こえてくる。普段はおとなしい開発部のメンバーまでちょっと浮き足立っているのがわかる。新しく入ってきた人間が美人だろうとイケメンだろうと俺には関係ない。俺がやるべきことは変わらない。そう思っていた。だが実際にその噂の人を見かけたとき、俺は思わず言葉を失ってしまった。彼女は入社したてとは思えないほど堂々とした姿勢で上司に挨拶をしていた。長い髪を一つにまとめ、華やかなスーツをきっちりと着こなしている。確かにそれこそアイドルみたいに可愛い。周囲から寄せられる視線にも動じず、しっかりとした口調で挨拶する声がこのオフィスのどこか浮き立った空気を引き締めているようにも見えた。でもふとその横顔を見たとき、何か物憂げな表情が一瞬だけ混じった気がした。その日、俺はコピー機の前に張り付きながら、いつも通り大量の資料を印刷し、依頼されていたファイルをホチキスでまとめていた。妙にバタバタするのは、新作発表のイベントが近づいているからだ。開発部と広報部が一斉に動き出して、パネルやパンフレット、撮影用のセット図面などを準備している。これで最後かな。大量の紙をまとめて抱え、これで今日の作業は一息つける、かと思った矢先、聞き慣れない女性の声が聞こえた。すみません。誰か PC に詳しい方いませんか？パソコンが全く動かなくなっちゃって。振り返ると、さっきの新卒の子が今にも泣きそうな顔で俺を見上げていた。
広報部の島の方をちらりと伺ってみても、みんな自分の業務で手一杯らしく、まるで気づく気配がない。彼女は助けを求めるように視線をさまよわせ、俺の背中越しに誰か他の社員がいないかと一生懸命に探しているようにも見える。俺でよければ見ましょうか。思わず口から出た言葉に、彼女は、という表情をした。多分、俺のことなど意識していなかったんだろう。俺は印刷物を机に置き、彼女の席までついていく。すると、彼女のパソコンの画面は真っ暗になったまま。動作していない。USB 機器をいろいろ繋いでいた形跡があり、どこで不具合が出ているのか想像がつかない。使っていたソフトは、動画編集ツールと、プレゼン用の資料作成ソフト、それから SNS の運用画面も常に立ち上げてました。ちょっと多すぎましたかね。とりあえず俺は再起動の手順を試してみるが、OS 自体がうまく立ち上がらない。仕方なくセーフモードで入り、原因を一つ一つ潰していく。幸い、データ自体はまだ無事のようだ。彼女が焦りまくって横で、どうしよう。せっかく作った素材が消えちゃうかも。と肩を落としているので、なるべく丁寧に説明しながら作業を続けた。多分、同時に立ち上げすぎて、CPU もメモリもいっぱいいっぱいなんだと思います。使わないソフトを落としておけば、もう少し安定するはず。あと、こちらの設定で優先度を調整して、彼女は俺の横顔を不思議そうに見ているのが分かった。でも、その視線を意識しすぎると手が止まりそうになるから、なるべく気にしないようにする。こういうトラブル対処は慣れている。昔、いろいろ自分で勉強していくうちに自然と身についたスキルだ。数分後、なんとか PC が通常モードで動くようになり、彼女が作りかけていたデータも失われていないことを確認。彼女はほっとした顔で俺に頭を下げた。ありがとうございます。資料も動画の方も大丈夫そうです。本当に助かりました。安堵の表情を浮かべる彼女を見て、俺もほっとする。ここでデータがすべてパーになっていたら、広報部長が鬼の形相で怒鳴り込んできたかもしれない。いや、よかった。俺はテスターのバイトなんで、困ったら声をかけてもらって大丈夫です。バイトの方ですよね。改めて見られるとなんだか気まずい。そりゃこの会社にはエンジニアもいるし、サポート担当もいる。なのに突然、地味なバイトがこんなに PC をいじれるものかと、不思議に思うのも当然だろう。俺は曖昧に笑ってみせて、ちょっと慣れてるだけですから、と言葉を濁す。そうなんですか。でも、すごい手際がいいな。プログラムも書けるんですか？まあ、一通りなら。へえ。彼女は、不思議ですねとでも言いたげに微笑む。その笑顔は、噂にたがわない可愛さだったが、どこか疲れが滲んでいる気がした。俺、藤倉隼人って言います。普段はテストプレイとか雑用ばかりですけど、何かあったら遠慮なく声かけてください。あ、私は広報部の朝倉さつきです。今日から本格的に配属されたばかりで、慣れないことが多いんです。よろしくお願いします。朝倉さんと名乗った彼女は、ほっとしたようにお礼を繰り返すと、すぐに広報部の資料作りへ戻っていった。俺もまた自分の席に戻り、さっきの中断していたコピー作業を再開した。あれから数日が経った。相変わらず、俺はバグ出しや資料整理に追われる地味な業務をこなしていた。だが、その地味な日常の中で少しだけ変化が生まれつつあった。きっかけは、あのパソコントラブルを直した日以来、彼女が何かと俺に声をかけてくれるようになったことだ。もちろん、デスクが近いわけでもなければ部署も違う。けれど、例えば資料のコピーや会議で使う小道具の準備など、ちょっとしたサポートが必要な時に、藤倉さん、今お時間ありますか？と尋ねられることが増えた。その都度、俺は特に嫌な顔もせず、いいですよ、と応じる。バイトの立場としては、頼られること自体はむしろありがたい。雑用処理の幅が広がれば、自分の立ち位置も少し安定する、というものだ。それに何より、どこか気になっていた。彼女が時折見せる疲れたような表情の理由を。そんなある日の昼休み、いつものように社員食堂の隅で定食を食べていた俺の隣に、ひょこっとさつきが現れた。広報部の人たちは、華やかに外でランチを取ることが多いと聞いていたから、少し意外だった。今日は外には行かないんですか？はい。ちょっとゆっくり考え事したくて。
一人で食べようと思ったら、藤倉さんを見かけて。彼女はトレイを置きながら笑顔でそう言った。目の前にはカレーライスとサラダが乗っている。忙しい時期だからか、あまりゆっくりランチの時間が取れないんだろう。へえ、じゃあ座ってくださいよ。ありがとうございます。あ、でも邪魔じゃないですか？別に、俺は誰かと話す方が珍しいくらいなので。俺が軽口を叩くと、彼女は、そっか、と吹き出しそうに笑う。スプーンを手にしながら、さつきは改まった口調で切り出した。藤倉さんって、前にプログラムも少し書けるって言ってましたけど、どのくらいできるんですか？いや、そんな大したことじゃないですよ。独学でちょこちょこ触ってただけなんで。スプーンを置きながらそう言うと、さつきは少し目を丸くして、まっすぐに俺を見つめてきた。いえ、独学でも、あれだけの短時間でシステム設定を直してしまうのは、かなりすごいことだと思います。私も一応、プログラミングはかじったことがあるからわかるんです。あのレベルのトラブルをパッと解決できるのって、センスがないと難しいですよ。そんな風にきっぱり断言されると、正直面食らう。広報の新人という先入観だけで見ていたが、まさか彼女もプログラミングの知識を持っているとは思わなかった。そうだったんですね。いや、少し意外っていうか、朝倉さんがプログラムに詳しいなんて、周りは誰も知らないんじゃないですか？知らないと思います。私、今広報に配属されたばかりで、社内では見た目が華やかな子って印象しか持たれてないみたいで、正直ちょっと複雑なんです。彼女は持っていたスプーンをそっと置き、椅子に背を預けた。私、ずっと前からゲーム制作に携わりたいって思ってたんです。子供の頃、かなり辛い時期があったんですよね。家庭の事情でゴタゴタしてて、心が休まらないというか、そんな時にハマった RPG があって、毎日その世界に没頭することで、なんとか自分を保てたんです。そう言うと、彼女はかすかに笑みを浮かべた。思い出すのは、きっとあの頃の自分を救ってくれた冒険の舞台。画面の中の仲間や、壮大な物語だったのだろう。そのゲームをクリアした時、こんな風に誰かを支えてくれるものを、私もいつか作りたいって思ったんです。それで、大学では少しずつプログラミングを勉強したり、ゲーム制作サークルにも顔を出したりしてました。だから、ここにもゲームを作りたくて入社したんです。でも。そこまで言って、さつきは言葉を切る。視線がテーブルの上で止まり、メロン色のプラスチックコップを見つめたまま、苦笑いを浮かべている。実際は、華やかな子が欲しいっていう採用理由で広報に配属されちゃって。もちろん広報だって会社にとって重要な部署だし、やりがいもあるって分かってます。でも、心の底でずっとゲーム作りたいって気持ちがくすぶってるんです。周りの期待が大きいから余計に言い出しにくくて。だから、藤倉さんみたいに PC やプログラムに詳しい人を見つけると、思わず話しかけちゃうんですよね。恥ずかしそうにそう打ち明けるさつきの横顔からは、あの疲れたような表情が薄らいでいた。もしかすると、彼女は誰かに本音を話す機会がなかったのかもしれない。もし、やりたいって気持ちがあるなら、思い切って口に出してみたらいいんじゃないですか？せっかくゲーム会社にいるわけだし、やりたいことを隠してちゃもったいないですよ。そういった瞬間、自分の声が少し熱を帯びたのを感じた。きっと、これは彼女への言葉であると同時に、俺自身への言葉でもあるからだ。人生一度きりなんだから、遠慮したり周りを気にしたりしてる間に、チャンスを逃しちゃうのはもったいない。もし周囲の視線が気になるなら、なおのこと私はこれをやりたいんだって態度で示す方がいいんじゃないですか？口にしてから自分でも少し偉そうかなと申し訳なくなる。だが彼女は意外なほど真剣な表情で聞いてくれていた。そうですよね。ありがとう藤倉さん。そう言ってもらえると、なんだか背中を押される感じがします。彼女はそう言うとすっと顔を上げて笑った。その瞳には先ほどの寂しげな色が薄れている。アイドルのように可愛らしい笑顔。でもそこには確かな意志が宿っているように見えた。昼休みが終わり、俺たちはそれぞれ自分の席に戻って仕事を続けた。だが翌週、思わぬ形で彼女の夢に近づくチャンスが舞い込むことになる。きっかけは広報部長の何気ない一言だったらしい。
さつきが部内の打ち合わせで、小さくてもいいから自分で企画したゲームを試作してみたい。と、ポロリと話したところ、広報部長が、それ、うまくやれば、PR のネタになるんじゃないかと、乗ってきたのだとか。広報部長の視点では、可愛い新人が企画するゲーム。イコール話題性がある、ということだし、動機はどうあれ、その場では、社内コンペに応募してみろ、という形でゴーサインが出た。しかも、ただのお遊びではなく、もしそこそこ評価されれば、正式に社内プロジェクトとして動かせる可能性があるという。さつきはすぐに俺の席を訪れ、興奮した様子で状況を説明してくれた。藤倉さん、聞いてください。社内で小規模のゲームコンペがあるんですって。それに、私の企画を出してみろって言われたんです。これって大チャンスですよね。へえ、それはすごい。広報部長さん、よく OK 出しましたね。イメージ戦略になるかもとか、そんな理由らしいですけど、でも、やるからには本気で作りたいんです。ちゃんとした試作品を作って、プログラムも可能な限り自分でやってみて、それで少しでも評価されたら、私だってゲーム制作に携われるかもしれない。瞳をキラキラ輝かせるさつきを見ていると、やりたいことを堂々とやればいいといった自分の言葉が正しかったと改めて感じる。彼女はすでに行動を始めているのだ。それで、お願いがあるんですけど、もし私がプログラミングのことでつまずいたり、どうしてもわからないことが出てきたら、また助けてもらってもいいですか？もちろん、俺もそれくらいしか取り柄がないんで、そう言うと、彼女はパーッと嬉しそうに微笑んだ。よかった。と声を上げる姿は、まるで本物のアイドルみたいだけれど、その笑顔の裏には、きっとゲームを作りたいという強い情熱があるのだろう。それから数日間、俺はいつものテスター業務をこなしつつ、合間に彼女のプロジェクトをサポートし始めた。と言っても、まずはゲームエンジンのインストールや簡単なスクリプトの組み方を教える程度だ。さつきは自作のキャラクターデザインやストーリー構想をノートいっぱいに書き込み、少しずつ実装に挑戦している。ここで、主人公がステージ移動するときにイベントを挟みたいんですよね。例えば、会話ウィンドウを出して、じゃあ、このスクリプトのここに条件を追加するといいですよ。イベントフラグを立てれば、次のマップイベントで分岐できるんで。なるほど。こうして。お、動いた。息を弾ませながら画面に向かうさつき。その肩越しに覗き込むと、まだ荒削りながらも、確かに彼女の思い描く RPG の世界が形になり始めている。そんな様子を見ていると、俺自身の気持ちも少しずつ高揚してくる。もしこれがちゃんと完成してコンペに出せたら、彼女にとって大きなステップになるだろう。その手助けができるのなら、俺も何か意味を見出せる気がした。やがて広報部長も、いいねいいね。ちゃんと動くところを動画に撮って、SNS で発信したら面白いかも。と乗り気になってきた。社内でも、朝倉さんが自分でゲーム作ってるらしいぞという噂がちょこちょこ聞こえ始め、注目を集めている。それでもさつきは浮かれず、一歩ずつ着実に制作を進めていた。あれからしばらく経ち、社内コンペの締め切りが迫る中、俺とさつきはほぼ毎日のように残業をしていた。バイトの俺に残業代が出るかどうかなんて気にしている余裕はない。とにかく彼女の企画をなんとか形にして少しでも高い完成度で出したい。その思いだけで動いていた。夜のオフィスは昼間の喧騒が嘘のように静かだ。蛍光灯の白い明かりだけが資料やコードが書かれたノートを照らしている。さつきが広報用の書類を片付け終わるのを待ちながら、俺は自分のノートパソコンを立ち上げ、今日修正する予定だったスクリプトを開いていた。お待たせしました。やっと部長の書類終わりました。これでやっと制作の方に集中できます。さつきはデスクに戻ってくると、ほっと息をつきながら椅子を引いた。彼女の方には少し赤みが差している。疲れもあるだろうが、それ以上にやりたいことに全力を注げる嬉しさが混ざっているようだった。今日の目標は、フィールド画面のカットイン演出を実装することだったね。とりあえず、さっきのスクリプト案をテストしてみましょう。はい。今のままだと敵が出てくる演出が地味なので、もうちょっとインパクトをつけたいんです。画面が一瞬ホワイトアウトしてから、キャラクターがスライドインするとか。しかし、
そんな集中した空気を破るように、不意に背後から声がした。こんな時間に何やってるんだ？思わず振り返ると、スーツ姿の男が一人、入り口付近に立ってこちらを見下ろしている。年齢は、俺たちと同世代くらいだろうか。整った顔立ちだが、どこか高圧的な雰囲気をまとっている。その男、阿久津真嗣は、この会社の社長の息子だと聞いたことがあった。彼はゆっくりとこちらに近づき、さつきと俺のデスクを見比べるようにして、肩眉を上げる。へえ、朝倉さつきさん。こんな時間まで残ってるんだね。お疲れ様。口元だけ笑っているが、その眼差しには妙な圧力があった。何かご用でしょうか？さつきが言葉少なに問い返す。すると彼は、まるで物珍しいものを見るかのように、俺をちらりと見合った。いや、こんな端っこでバイト君と一緒に残業とはね。朝倉さんがなんでこんな底辺と関わってるんだ？もしかして面倒事でも押し付けられてる？だったら、俺が助けてあげてもいいんだけど。その言葉に、さつきは瞬時に険しい表情になる。失礼ですけど、藤倉さんは底辺なんかじゃありません。彼は私の手伝いをしてくれている大切な協力者です。きっぱりと言い放つさつき。その言葉に、阿久津はまるで面白いおもちゃを見つけたかのように、口の端を緩める。へえ、君って面白いね。面白いって何がですか？だって、君って顔採用だろ？選ばれた人間なのに、こんなクズでもできるような仕事を夜遅くまでやってるんだろ？もっとスマートな働き方をすればいいのに。さつきの目が一瞬で鋭くなるのを、俺は横ではっきりと感じ取った。しかし阿久津は、彼女の怒りをむしろ楽しむかのように、わざとらしくため息をつき、肩をすくめる。はは、生意気なところも可愛いね。気に入ったよ。今日はもう仕事なんか終わりにして、俺に付き合えよ。美味しい店連れて行ってやるからさ。口調こそ軽いが、その言葉の奥には、逆らえばどうなるか分かってるだろう、という威圧感が滲んでいた。お断りします。私にはやりたいことがあって、まだ仕事が残っていますから。はっきりと拒絶するさつき。だが、阿久津はにやりと微笑むと、彼女の腕を掴んだ。ま、そう強がるなって、後悔させないよ。話してください。その瞬間、体が先に動いていた。俺は迷わず、阿久津の腕をぐっと掴む。腕越しに伝わる相手の体温が、ドクドクと早まる自分の心拍に重なる。やめてください。彼女は嫌がっています。視線がぶつかり合う。けれど俺は、ここで引くつもりは全くなかった。阿久津さん、彼女ははっきり嫌だと言っています。付き合うつもりはないし、仕事が残っているとも。あなたがどんな立場だろうと、それを否定する権利なんてありません。これはただの誘いじゃなくて、強要になってしまいますよ。抑えた口調で諭すように言うと、阿久津は明らかに面白くなさそうに眉を潜める。だが、俺はさらに続けた。第一、ここは会社です。あなたが社長の息子だろうと、彼女だってちゃんと自分の業務がある。私の立場から言わせてもらえば、同じ職場の人間として力ずくなんて行為は認められない。それに、あなた自身のためにもならないはずです。最後の言葉を口にしたとき、阿久津は鼻で笑うようにあざけりを込めてうつむいた。強く握り返してくる力はないものの、どこか苛立ちを抱えているのがわかる。お前名前は？藤倉隼人です。名乗った瞬間、阿久津の口元が再び歪む。薄暗い照明の下、その笑みは一層不気味さを増して見えた。藤倉隼人、覚えたぞ。俺に歯向かったこと、後悔させてやるからな。吐き捨てるように言い放つと、彼はさつきの方をちらりと見やり、あからさまな嘲笑を浮かべる。そっちのお前もだ。まあせいぜい好きにやれよ。後で痛い目見るのはお前らだがな。最後の捨て台詞を残すと、阿久津はきびすを返し、足早にオフィスの外へ去っていった。ドアが閉まる音が無遠慮に響き、ひどく重苦しい余韻が残る。嫌な空気だけが漂う夜のオフィス。その静寂を破るように、さつきが小さく息を吐き、拳を強く握りしめた。絶対に負けません。私たちがやるべきことをやるだけ、ですよね。その声には、震え混じりながらも、確かな決意がこもっている。俺も深く息を吸い込み、彼女を見つめた。
絶対にこの企画を通そう。中途半端なまま終わらせるつもりはないです。あんな奴に邪魔されてたまるか。そういった直後、不意にぐーっと小さな音が聞こえた。思わず二人で視線を交わすと、さつきが慌ててお腹を押さえる。ごめんなさい。ほっとしたら急に空腹が襲ってきて。彼女は顔を赤くしてうつむいた。張り詰めていた空気が一気に緩み、俺は思わず笑みをこぼす。そりゃ、こんな時間まで頑張ってりゃお腹も空きますよ。ね、今日はもうここまでにしませんか。俺も少し頭を冷やしたいし。そうですね。こんな状態じゃ効率も落ちちゃうし。さつきは恥ずかしそうに頬を染めながら荷物をまとめて立ち上がった。俺もパソコンを閉じ、簡単に周りの片付けをする。じゃあ帰りましょうか。すみません。変なところで気を使わせちゃって。彼女は照れたように笑い、コートを手に持ってエレベーターへ向かう。その横顔は先ほどまでの険しい表情が消え、ほんの少し安堵の色が混ざっていた。エレベーターが開くと、二人で乗り込み、閉まるドアに背を預ける。数秒の沈黙の後、さつきが不意に小さく口を開いた。さっきはありがとうございました。かっこよかったですよ、藤倉さん。声は小さかったが、確かに聞こえた。その言葉に俺は思わず胸が熱くなる。さっき阿久津に掴まれた時、あんな強引な行動を止めるのは正直ビビった。しかし、彼女が嫌がっているのを目の前で黙って見ているわけにはいかなかった。いや、何も、俺が勝手に動いただけですから。照れくささを隠すようにそう答えると、さつきはクスッと笑って視線を落とす。今日はとにかく色々あった。まだまだ前途多難だけれど、夜のオフィスを後にする俺たちの足取りは少しだけ軽かった。翌週、俺たちの作った小規模な試作品を見た上層部は想像以上の反応を示した。社長室へ呼び出されたさつきが緊張気味に戻ってきて、開口一番言ったのが、大きなコンペに出品することが決まりました。社外のプロや学生も参加するあのコンペ。うまく言葉にできないくらい興奮しているのが伝わってくる。聞けば、もともとコンペへの出品枠は開発部が中心になるはずだったが、広報部長が、社内企画でここまで作れているのなら、思い切って外部でも評価を得てみろ。と、上層部に掛け合い、社長もそのアイデアを後押ししたらしい。さらに社内では、もしコンペでの評価が高ければ、製品化の可能性もある、という噂まで流れていた。すごいですね。まさか、社外に出せるレベルまで来るとは。俺がそう言うと、さつきはノートを開きながら微笑んだ。だが、その瞳には、より一層の決意が伺える。藤倉さん、ここまで手伝ってくれて本当にありがとうございます。でも、まだまだ完成度を上げたいです。何より、外部の目にさらされるとなると、甘いところも全部突っ込まれるだろうし。確かに、ここからが本当の勝負だ。そう思った矢先、デスクの脇に立っていた広報部長が、ふと笑顔を向けてくる。二人とも、今回のコンペに期待しているんだ。今の業務は少し調整するから、その分開発に力を入れなさい。もちろん、ちゃんと広報の仕事もゼロにはできないが、なるべく融通を聞かせてやる。頑張ってくれよ。まるで背中を押すような言葉に、さつきは、ありがとうございます。と、嬉しそうに頭を下げた。部長が去ると、彼女はすぐにノートを手に取って席に戻り、スケジュール表へ目をやる。よし、そうなればもう一気に仕上げにかかりましょう。もう細かい調整は後回しにして、主要な機能を優先させた方がいいかもしれませんね。俺もスケジュールを確認しながら提案を重ねる。ゲームの核となるシステムとストーリーをしっかり固め、グラフィックや演出面は見せ方を工夫する。という方向でブラッシュアップしていく。お互い言葉を交わすたびにアイデアが浮かび、その度にノートや画面に走り書きをしていく。そうして迎えたコンペ直前の数日は、とにかくバタバタの連続だった。社内の業務を最小限に抑えてもらったとはいえ、まだ広報の仕事がゼロになるわけではないし、俺もバイト業務が完全に免除されたわけではない。さつきと時間を見つけては、会議室や空きスペースにこもり、ノート PC を並べて最後の詰めを行った。そして、ついにコンペ当日。やるだけやりましたね。あとは成果を見せるだけ。朝早く会社に集合した俺とさつきは、用意していたデータをまとめ、プレゼン資料を最終チェックする。緊張からか、さつきの指先は少し震えているようだったが、その瞳には強い意志が宿っていた。
絶対に悔いのないようにしよう。行きましょうか、藤倉さん。この日のために走り抜いてきた時間を思うと、不安と期待が胸の中を渦巻く。それでも、俺たちにはやるべきことがはっきりある。お互いに小さくうなずくと、制作してきた新作ゲームのデータとプレゼン資料を携え、オフィスを飛び出したのだった。コンペ当日、都心の大きなイベントホールには、早朝から様々な企画や開発者が集まり、熱気に包まれていた。大画面が設置されたステージの前方には、審査員やメディア関係者がずらりと並び、ホール後方では一般来場者も出展作品を楽しみに待っている。企業ロゴが並ぶパネルやパンフレット、会場を取り囲む華やかなディスプレイ、どこもかしこもまるでお祭りのような賑わいだ。すごい人ですね。資料とノートパソコンを抱えながら、さつきが目を丸くしてホールを見渡す。そんな彼女の周りには、うちの広報部が手配した撮影チームが密着していて、可憐な広報の新人を映そうと、盛んにカメラを回していた。目を引く美貌ゆえに、他のブースの来場者からも注目されているようだが、本人はそれどころではない様子だ。このコンペの規模、想像以上だね。大丈夫。俺たちがやるべきことは変わらない。落ち着いていこう。俺はなるべく落ち着いた声を出しながらも、胸の奥で心臓が高鳴っているのを感じた。大勢の前で作品を披露し、評価を受ける。そのプレッシャーは計り知れない。しかし、ここで逃げるわけにはいかないのだ。やがて、他社のプレゼンが次々と行われ、どれも工夫を凝らした見せ方に観客が湧く。場内アナウンスが切り替わり、ついに、次の発表者は、という声が響いた。株式会社阿久津ゲームス、広報部、朝倉さつきさん、どうぞステージへ。拍手が起こり、いよいよ出番が来た。ステージ上には大きなスクリーンとスピーカーが用意され、そこで実機デモやスライドを投影できるようになっている。さつきと俺は用意したノートパソコンを急いで接続し、司会者に合図を送った。行ってきます。頑張りましょう、藤倉さん。うん、任せて。さつきは緊張した面持ちのままマイクを握った。広報チームのカメラも彼女を中心に回っている。俺は PC の画面を確認してデモ用プログラムを起動しようとした。が、その瞬間、予想もしなかった問題が起こった。何度起動してもエラー画面が出て、プログラムが動かないのだ。普段なら立ち上がるはずのゲームが、なぜか真っ暗なまま、ピクリとも反応しない。嘘だろ。思わず息を飲む。焦ってケーブルや設定をチェックしてみるが、どうにも原因がつかめない。一方で、司会のアナウンスは進み、ステージ上の大スクリーンには何も映し出されないまま。さつきがマイク越しに紹介を始めようとするが、肝心のゲーム画面が出せないのではどうしようもない。どうしよう。動かないなんて。ステージ下手に立っていたさつきが、絶望的な面持ちでこちらを見やる。ホール全体にざわついた空気が広がり、ステージ上の大スクリーンは真っ暗なまま。来場者の視線がじわじわと痛いほど突き刺さってくる。すみません。ちょっと待っててくださいね。さつきはマイクを握ったまま司会者に合図し、舞台袖へ駆け込んできた。そこで待ち構えていたのは、腕を組んだ阿久津だった。彼はステージ裏の柱にもたれかかり、明らかに嘲笑を浮かべている。ほら見ろ、バイト君にこんな大舞台は荷が重すぎたんだろ。せっかく社外のコンペに出たってのに、これじゃ失敗確定だな。嫌味たっぷりな口調に、さつきは唇を噛む。なんとか言い返したい気持ちと、どうにもならない焦燥感がせめぎ合い、表情は限界までこわばっていた。ノートパソコンの画面は、なぜか一向にプログラムを読み込んでくれない。頼みの綱だったデモデータも急に動かなくなり、どうあがいても画面が真っ暗なままだ。まずい。時間がない。司会者が再びステージから、少々お待ちください、と声をかけているのが聞こえる。周囲のスタッフも手を貸そうとするが、問題の原因がわからない。さつきは頬をこわばらせ、次第に顔色が青くなっていく。どうしよう。もう、どうやっても、このまま中止になるんじゃ。思わず漏れる弱音。しかし、その時。さつきさん。舞台袖に駆け寄った俺が、はっきりとした小姉で彼女の名を呼んだ。戸惑うさつきの肩をそっと掴み、目を見て伝える。俺が時間を稼ぎます。その間に、なんとかスマホの動画を引っ張り出して、スクリーンに映せるように準備してください。でも、どうやって時間を。いいから任せて。強い調子で言い切ると、さつきは一瞬だけ不安そうに目を伏せたが、すぐに小さくうなずいた。
俺の意思を感じ取ってくれたのだろう。彼女は急いでスマホを取り出し、データを探し始める。俺は心に渦巻く焦りを振り払うように大きく息を吸い、舞台袖からステージへと向かった。会場はまだ冷めないざわめきの中にある。俺がマイクを取って何をするのか誰もわからない状態だ。だが、ここで諦めるわけにはいかない。皆さん、少々トラブルが発生してしまいました。ですが、俺は腹の底から声を張り上げ、意識的に笑みを浮かべる。そうすることで自分自身を奮い立たせるのだ。トラブルこそ開発者が腕を見せるチャンスだと思います。少しだけお時間をいただけませんか？せっかくなので、このゲームに使用している音楽をライブで演奏させてもらいます。そう告げると、ホール中の視線が一斉にこちらへ集中した。舞台袖で準備を始めたさつきを横目に見つつ、俺はノートパソコンを開いて、ソフトシンセを立ち上げ、用意していたキーボードを取り出す。そう。これで場をつなぎ、その間にデモ映像を映し出してもらうんだ。わずかばかりの静寂が落ちる中、俺はキーボードを叩く指先に祈りを込める。絶対に、この場を乗り越えてみせる。観客の目には、ただキーの笑いか興味か、どちらとも取れる視線が混ざり合っていたが、それを受け止める余裕は今はない。じゃあ聞いてください。音の出力を確認し、軽くイントロを鳴らす。少しだけノイズが入るのは、焦りから来る設定ミスかもしれない。けれど、数秒後、会場のスピーカーから流れたクリアなシンセサウンドに、ほんのりとした安心感が芽生える。ここからは演奏に集中だ。先日までサツキと作り込んできたクライマックスで流れるテーマ曲。実はこの曲、もともとは誰もが一度は聴いたことがあるクラシック音楽を下地に、俺が独自にアレンジしたものだった。クラシックと言っても硬くならないよう、ゲームの冒険にふさわしい、壮大で疾走感のあるメロディーに仕上げている。イントロが流れ出すと、ざわついていた会場からは、おーという声が漏れ始めた。ハプニングの最中だというのに、そのメロディーに自然と引き寄せられる観客がいるのがわかる。視線がスクリーンからキーボードを弾く俺へと集まるのを感じながら、俺はコード進行とリズムをさらに重ね、サビへと繋いでいく。この曲を作った時の冒険への高揚感を思い出すように、一つ一つの音に気持ちを込める。すると、ほんの少し前まで騒然としていた会場が、徐々に一つの塊になって音楽を受け取っているかのように静まっていくのがわかる。椅子の立ち見客やカメラマンの動きがあるはずだが、不思議とそれすら気にならない。まるで、俺たちが作り上げてきたゲームの世界が、今この瞬間、ホール全体を満たしているように感じるのだ。指先に気合を込め、最後のフレーズを奏でる。会場全体を包み込むように広がる音の波とともに、客席から大きな拍手が湧き起こった。次の瞬間、スクリーンにはサツキが準備したゲーム映像が映し出され、彼女がマイクを握って、再び堂々とプレゼンを始める。皆さん、少々お待たせしました。ただいまから実際のゲーム映像をご覧いただきます。こちらは。サツキがマイクを握り、落ち着いた口調でプレゼンを再開する。俺は演奏をクライマックスへ引っ張り上げながら、ホット&の息をついた。まだ問題が完全に解決したわけではないが、少なくとも発表が中止という最悪の事態は免れた。ライブ演奏と即席のプレイ動画。イレギュラーな形ながらも、監修はむしろその生々しさや臨場感に飲み込まれているようだった。よかった。拍手と歓声が重なり合う中、俺とサツキは新たな一歩を踏み出そうとしていた。プレゼンを終え、サツキと俺が揃って舞台の中央で一礼すると、会場には大きな拍手が響き渡った。さっきまでのハプニングをものともせず、ライブ演奏と即席映像でなんとか乗り切ったプレゼンに、監修はむしろ熱狂しているように見える。司会者も興奮気味にマイクを握り、会場に向かって声を張り上げた。いやー、素晴らしい発表でしたね。この音楽は一体。そう言いかけたところで、唐突にステージ袖から男が現れる。阿久津だ。にやりと冷笑を浮かべながら、そのまま司会者からマイクを奪い取る。いやー、さすがですね。音楽一家のサラブレッドは違いますよ。皆さん知っていましたか？彼、藤倉隼人は、由緒正しいクラシック界の名門、藤倉家の出身なんですよ。一瞬にして会場がざわつく。観衆の視線が一気に俺に集中する。
なんと、音楽一家の本当なんですか？司会者の戸惑いが伝わってくる。おじい様は国際的に有名なオペラハウスで長らく客演指揮を務め、お父様は世界ツアーをこなすバイオリニスト兼指揮者。お母様もまたピアニストとして名の知れた存在。そりゃ、生演奏も素晴らしいわけですよね。挑発するような口調で言葉を畳みかける阿久津。拍手やどよめきがまるで大波のようにホールを揺らす。あの藤倉家の方だったんですね。だからこそのこの演奏、驚きです。では、改めて大きな拍手を。まるで祝福ムードのように盛り上がる観衆の歓声の中、俺は苦い気持ちを抑えながら頭を下げた。本当は、こんな形で知られるつもりはなかったのに。舞台裏に戻ると、楽屋のようなスペースでスタッフが出迎えてくれた。さつきも駆け寄ってきて、すごかったですね。と声をかけてくれるが、俺はどうにも心が落ち着かない。先ほどの阿久津の言葉と、観衆の反応が頭をぐるぐると回っていた。藤倉さん、さっきの話。さつきが心配そうに尋ねる。その表情には少し戸惑いも混ざっているが、責めるような色は感じられない。俺は観念して一つ息を吐いた。ごめん、黙ってた。実は、うちはクラシックの厳格な一家で、ずっと音楽教育を受けて育ったんだ。だけど、俺はどうしてもゲーム音楽を作りたくて、家を飛び出してきた。父や母は、クラシック以外の音楽なんてくだらないって全く認めてくれなかったから。そうつぶやくとき、俺はあの息苦しい子供時代を思い出していた。ピアノを弾き始めたのは物心つく前。気がつけば祖父母や両親がしのぎを削るように、クラシックの頂点を目指す家系の中で、自分も未来の演奏家として数えられていた。毎日帝国には起きて、ピアノやバイオリン、ソルフェージュの訓練付け、遊びたい盛りの時間は、楽譜とメトロノームの刻むリズムが全てを支配していた。もちろん、自宅には最新のピアノや高価な楽器が揃えられていたし、一流の講師が出入りしていた。けれど、子供心に求めていたのは、ただ音を楽しみたいという気持ちだった。ところが、両親は厳格なクラシック教育しか認めず、ポップスやロック、それにゲーム音楽など、軽音楽は一切排除。家の書棚には、厚い譜面集と専門書しかなく、テレビや外部の音楽番組は雑音として意味嫌われていた。父は世界ツアーをこなすバイオリニスト兼指揮者。常に高みを目指す人で、俺の練習を、これでは足りないと、打ち切ることはなかった。息が切れるほどの練習量を課された後も、そこが甘いと容赦なくダメ出しが続く。わずかにミスをすると、やり直しだと突き返される。母も同様で、ピアノのタッチや表情一つまで厳格に指導した。まるで、いつどんな瞬間でも完璧な演奏家であることを求められているような息苦しさに何度も押しつぶされそうになった。それでも、クラシックそのものを嫌いになったわけじゃない。美しい旋律や壮大な編曲には心が震える瞬間もあった。ただ、10代も半ばを過ぎた頃、家の外で偶然耳にしたゲーム音楽が妙に心に引っかかったのだ。イヤフォンの向こうから流れてくる、キャッチーでありながら壮大なメロディー。クラシックの基礎を活かしながらも、自由闊達な響きやリズムが詰まったその曲に一気に魅了されてしまった。しかし、両親にとってゲーム音楽など、音楽の風上にも置けない雑音。ゲームをプレイすることすら、演奏家の耳が汚れると厳禁とされていた。だからこそ、隠れて聞くしかなく、時には深夜にこっそりネットで調べることもあった。両親の目を盗んで、一度だけ簡単なフレーズをピアノで再現しようとしたら、そんな汚らわしい音を出すなと怒鳴られ、鍵盤から手を叩き落とされたこともある。それでもなお、俺は自由な音楽を作りたいという思いを捨てられなかった。徹底したクラシック教育で育てられた反動かもしれない。どれだけ反対されても、あの時聴いたゲーム音楽の開放感や無限の可能性は胸の奥でくすぶり続けた。そんな衝動を抑えきれなくなり、ついには家を飛び出すしかなかったのだ。だから彼女の前ではバイトという風に身分を隠し、地味に生きようと思っていたわけじゃない。むしろ誰にも知られずに、本当に自分が作りたい音楽を作るために、あえて底辺バイトでも何でもいいからゲーム会社に潜り込んだ。そこで実績を残し、いつの日か堂々と
これが俺の音楽だ、と胸を張れるようになりたかったのだ。そんな過去を思い返しながら、俺はさつきに視線を合わせないまま、絞り出すようにつぶやく。そういうわけで、うちはどこまでもクラシック至上主義なんだ。だからこそ、ずっと言えなかった。ゲーム会社での仕事なんて知れたら、親からは感動されるだろうし、黙っていてごめん。その苦い言葉の裏側には、それでもゲーム音楽を作りたいという小さな願いが、まだ確かに燃えている。そんな自分勝手な思いを彼女に理解してもらえるだろうかという不安もあった。うつむく俺に、さつきは申し訳なさそうに首を振る。謝る必要なんてないです。むしろ、私こそ何度も助けてもらってばかりで、正体がどうとか関係なく、藤倉さんがいてくれたからここまで来られたんです。本当にありがとう。彼女のまっすぐな瞳と言葉に胸が詰まる。ここまでの道のりを一緒に駆け抜けてきたさつきだからこそ、その言葉には嘘がない。少しだけ安堵を覚えながら、俺はありがとうと小さく返事をした。すると、さつきは心なしか表情をさらに柔らかくして穏やかな笑みを浮かべる。それに、さっきの藤倉さんの演奏、すごく心に響きましたよ。観客の反応も、あの瞬間が一番湧いていたと思います。ステージ上から見ましたが、感動して涙している人もいました。だから、このハプニングは決してマイナスだけじゃない。むしろ、プラスに作用したと私はそう思いますよ。きっと優勝狙えます。彼女の言葉に胸の奥にあった緊張と不安が少しずつ和らいでいくのを感じた。あの突発的な演奏がまさかこんな形で武器になるとは思わなかったけれど、さつきの心強い言葉に背中を押される。そうだよね。どう転ぶかはわからないけど、もうやるだけやったし、あとは結果を待つしかない。俺はそう言いながらも、はっきりと自分の中で実感していた。たとえ厳格な家族の存在が重くのしかかっていようと、きちんとした形で結果を残す。その先で、きっと自分の音楽が認められる日が来るはずだと。しかし、その穏やかな空気を叩き壊すように、阿久津が再び現れる。いつからそこにいたのか、ドアの影から顔を覗かせ、皮肉げな笑みを浮かべていた。へえ、いい話じゃないか。感動的だね。でもそううまくいくかな。嫌な予感が走り、さつきは鋭い表情で振り返る。すると、阿久津はまるで勝利を確信したかのような口調で続けた。この後審査員として参加する一人は、君のご尊父だよ。クラシック以外は音楽じゃないと豪語してるあの人が、審査員席に座るんだ。果たして、こんなゲーム音楽を認めると思うか？頭が真っ白になる。父がこのコンペの審査員。そんな話は全く知らなかった。そもそも、会社の主催でもない外部のコンペだというのに、どうして父が、疑問よりも動揺の方が大きく、胸がぎゅっと締め付けられる。無理だろうな。分不相応な夢を見るからこうなるんだよ。実の父親に認められない音楽が、果たして審査で通ると思う？あからさまな嘲笑を含んだ声で、吐き捨てるように言葉をぶつける阿久津。なんで、父がコンペの審査員なんだよ。あの人はこの世界に関係ないはずだろ。お前何をしたんだ。思わず声を荒げ、阿久津に一歩詰め寄る。俺の父がここに関わってくるなど、普通に考えればありえない話だ。けれど、阿久津は鼻で笑いながら肩をすくめてみせる。何をしたかって？俺を誰だと思ってる？社長の息子である俺が本気で動いたら、指揮者の一人や二人、スポンサーとして呼ぶくらい簡単だってことだよ。まあ、お前がどれだけゲーム音楽だなんだ言ったところで、結局は本物のクラシック至上主義者がジャッジするわけだ。俺に歯向かった報いがようやく来たんだな。俺は思わず拳を握りしめた。お前、もう一歩踏み出す。頭では分かっていても止まらない。阿久津の顔に薄ら笑いを浮かべる態度を見ているだけで、カッと頭に血が昇ってしまう。だが、そんな俺をさらに煽るように、阿久津は低く笑った。いいね。サラブレッドのお前が、みっともなくあがく姿が最高に面白い。底辺バイトを演じてたと思ったら、今度はお高く止まった音楽一家のドロドロか。夢を見るのは勝手だが、最後には挫折する姿を拝ませてくれよ。本気で殴りかかろうとしていた体を強く押さえつけるような細い力が伝わってくる。振り返ると、さつきが不安そうな目でこちらの腕を掴んでいた。やめて、藤倉さん。
こんな相手に付き合う必要ないです。彼女の静かな声が、かろうじて自分の理性をつなぎ止める。けれど阿久津は、その様子すらも楽しんでいるかのように、唇の端を歪めて嘲笑を浮かべた。いい子ちゃんだなぁ。こんな場所で暴力沙汰を起こしたら、お前らゲーム会社の名誉も地に落ちるしね。ま、思う存分この後の審査結果に震えてりゃいいんじゃない？言い捨てるようにそう言うと、阿久津はきびすを返し、今度こそ何の躊躇もなく、廊下の奥へと消えていった。憎たらしい足音が遠ざかるのを、ただ、立ち尽くしたまま、聞くしかない。ぐっと握り込んだ拳を解くと、爪が食い込んだ手のひらがじんと痛む。さつきがそっと腕を離し、顔を覗き込んでくる。その瞳には、不安や動揺と同時に、大丈夫だよと伝えたい気持ちが垣間見える。ありがとう。止めてくれなかったら、本当に殴ってたかもしれない。私の方こそ、何もできなくてごめん。でも、今は冷静にならないと。それに、殴ったってこの状況は変わらないし。彼女の言葉に、俺は息を吐き出すようにうなずく。頭の中ではまだ、父が審査員という衝撃から抜けきれないまま、どこか現実感がない。阿久津の嘲笑も思い出すたびに、腹立たしさを煽るが、今すぐにどうこうすることはできない。わかってる。落ち着いて対処しないと、余計に向こうの思うツボだから。少しだけ気持ちを落ち着かせるように深呼吸をすると、父との因縁、家を飛び出した過去、阿久津の思惑、すべてが混じり合って胸がざわざわする。しかし、ここで取り乱していたら、せっかくのコンペが台無しだ。さつきが言う通り、まずは暴走を止めてくれたことに、感謝しなければならない。とにかく、まだ結果が出たわけじゃない。最後までやりきって、それで答えを出そう。それまでは、俺たちのゲームを否定させてたまるもんか。握り拳をぐっと握り直し、さつきに向けて軽くうなずく。どんなに最悪な状況でも、ここまで来たからには逃げるわけにはいかない。そう自分に言い聞かせるように。彼女もまた、ぎこちない笑みを浮かべた。はい。私も絶対に諦めません。藤倉さんの音楽だって、きっと多くの人を魅了するって信じてますから。舞台裏の廊下に漂う重たい空気を振り払い、二人で少しずつ歩みを進める。コンペの審査がまだ残っている以上、やるべきことは変わらない。悪意に満ちた阿久津の嘲笑や、父の厳格な偏見すらも乗り越えて、俺たちは、この場で自分たちの未来を切り開くのだと、強く心に誓いながら。コンペの最終審査発表が行われるステージ上には、重々しい空気と期待感が入り混じった独特の緊張が漂っていた。各社がプレゼンを終え、大勢の参加者が固唾を飲んで結果を待っている。そんな中、やがて司会者がマイクを握り、はっきりとした声で呼びかけた。それでは、審査員の方々による公表を経て、いよいよ最終結果の発表に移ります。最終審査にご参加いただいた審査員の皆様、どうぞステージへお上がりください。その呼びかけとともに、数名の業界関係者や専門家が順番に登壇する。登壇者の列の最後に姿を現したのは、紛れもなく、俺の父だった。グレーのスーツに身を包み、背筋を伸ばして、ステージ中央へ進んでいく佇まいには、かつて舞台で指揮棒を振る父の姿が重なって見えた。俺は舞台袖の暗がりで、思わず息を飲む。やはり夢じゃなかった。どうせ、こんなチャラついた音楽は論外だ。と、一蹴されるだろう。そう思うだけで、心臓がきしむように痛んだ。いくつかのチームに対して、審査員が順番にコメントを述べる。評価が高い作品に対しては、客席から拍手が起こるが、開発の実力を問う厳しい言葉も飛び出している。場内は張り詰めた空気に満ちていた。そしてついに、俺たちのチームの番が来た。スクリーンには、株式会社阿久津ゲームス、朝倉さつき&藤倉隼人と映し出され、司会者が促すように父へマイクを渡す。父はまっすぐ立ったまま、深く息を吐くと、静かな口調で口を開いた。私もずっとクラシックを人生の中心に据えてきました。ですが今回、審査員として様々な作品と向き合ううちに、音楽というものの本質を改めて考えさせられました。この作品はクラシックとは全く異なる表現を用いている。だが、そこで言葉を切り、少しだけ視線を客席へ向ける。続けて、父は端正な顔立ちをほのかに歪めながら絞り出すように言った。音楽が人を楽しませるという基本を非常によく理解している。巧みなメロディー運びと世界観の調和、
聞く者の心をつかむ演出、すべてが観客を引きつけ、冒険の舞台へと誘う力を持っていた。これまで私はクラシック以外の音をくだらないと切り捨ててきたかもしれない。しかしそれは思い上がりだったと認めねばなるまい。父の声はどこか震えているようにも聞こえた。息を飲んでその言葉を聞き続けている。俺は舞台袖からいても立ってもいられない気持ちで父を見つめる。まさかここで皇帝の言葉が聞けるなんて想像もしていなかった。息子よ。父は最後にそう言うと、遠くから俺の姿を探し当てるように少し視線を巡らせる。その瞳がかすかに潤んでいるのを俺は見逃さなかった。よくここまでやったな。たとえクラシックと違う世界でも、お前が音楽を愛し、真剣に作り上げてきたことが、今回のプレゼンを通じて十分に伝わったよ。素晴らしい作品だった。次の瞬間、客席のあちこちから大きな拍手が湧き起こる。思わず舞台袖で体が震えた。こんな言葉を父の口から聞ける日が来るなんて、数分前までは絶対にありえないと思っていたのに。藤倉さん。隣にいたさつきが涙ぐんだ表情で俺の腕をつかむ。俺もうまく言葉が出ない。胸の奥から何かがこみ上げ、自然と目尻が熱くなるのがわかる。ステージ上では、司会者も感極まったように鼻をすすりながらマイクを握る。これはまさに感動的な瞬間ですね。この親子が作り出す音楽の橋渡しが今回のコンペで形となったということでしょうか。では、最終結果の発表に移ります。司会者が少し上ずった声でそう告げると、客席から再び大きな拍手が巻き起こった。会場の熱気はさらに高まり、照明の光が一段と眩しく感じられる。そして、審査委員長の一言によって、その結末は唐突にやってきた。最優秀賞は、株式会社阿久津ゲームスの朝倉さつきさん、そして藤倉隼人さんの作品に決定いたしました。会場のスクリーンに大きく最優秀賞と表示され、同時に華やかなファンファーレが流れ始める。客席からは割れんばかりの拍手と歓声が起こり、その空気に後押しされるように、ステージ袖にいたさつきと俺はお互いを見つめ合った。やったね、藤倉さん。ああ、本当に。さつきが声を震わせながら笑いかける。俺ももう涙を隠す余裕などなく、彼女の手をそっと握って壇上へ向かった。司会者に誘導され、まばゆいスポットライトの中へと進み出す。目の前には審査員たちの姿。その中にはもちろん、父の姿もあった。泣き晴らしたような父の瞳と、一瞬視線が交わる。胸がいっぱいになり、どう言葉を紡いでいいかわからない。それでも、なんとか震える声でマイクを握った。皆さん、本当にありがとうございます。まさか自分たちの作品が最優秀賞をいただけるなんて。僕たちはゲームが好きで、音楽が好きという気持ちだけを頼りに作りました。今日ここで、こうして評価していただけたことが何より嬉しいです。言い終わるか終わらないかのうちに、会場にはまた大きな拍手の波が起こる。さつきもマイクを受け取って、震える声で感謝を述べた。私も、広報配属の新卒として入社しましたが、どうしてもゲームを作りたくて、それを支えてくれたのが藤倉さんで、そして会社の皆さんでした。こんな大勢の前で発表させてもらって、最優秀賞までいただけるなんて、本当に感謝しかありません。ありがとうございます。さつきの言葉が途切れるたび、ひときわ大きな拍手がステージを揺らした。会場の熱気は最高潮に達し、つい先ほどまでのトラブルや不安など、微塵も感じさせないほどに場内が盛り上がっている。その後、審査員から製品化を前提とした開発支援を行うという追加アナウンスが行われると、会場の熱気はさらに高まり、拍手と歓声は収まる気配を見せなかった。なんと、俺たちが作り上げたゲームが正式に製品化されることが決定したのだ。開発へ向けて企業や投資家からの支援が受けられることになり、社内での評価もうなぎ登りとなる。俺は音楽担当として正式にプロジェクトメンバーに抜擢されることになる。今まではバイトのテスターがなぜこんなに PC や音楽に詳しいんだろうと不思議がられる程度だったが、コンペでの生演奏と家計の暴露をきっかけに会社からも作曲家として活躍してほしいと正式要請が来たのだ。もともとテストや雑用だけをこなしていた俺のデスクにはプロジェクト用の機材やソフトウェアが一気に増え、いつの間にか社内サブスペースだった場所が簡易スタジオのようになっていく。こうして
正社員への登用もあっさり決まった。もはやバイト君、地味なテスターなどとは呼ばれなくなり、正々堂々と開発チームの一員として扱われるようになったのは、正直ちょっと照れくさい。さつきはというと、広報の仕事を最低限に留め、ほとんどの時間をゲーム制作に注ぐようになった。広報としての華やかさは今も健在だが、それ以上に実際に企画し、作り上げる力があるという事実が社内外に広まり、憧れを抱く若い女性社員やクリエイター志望の学生が次々と入社希望を出すようになる。結果、この会社は朝倉さつきの名を看板に、超人気企業への道を駆け上がっていくことになった。一方で阿久津は、というと、その後の立場は散々だった。彼はもともと社長の息子という肩書きを利用し、社内で横暴な振る舞いを続けていたが、今回のコンペ妨害疑惑で信用はガタ落ち、実際に藤倉の正体を社内外にばらしたおかげで盛り上がった。という言い分をあちこちで吹聴しつつも、あのトラブルの裏で明らかにプレゼンの邪魔をしようとしていたという疑いまで浮上していた。当初、阿久津はそんな事実はないと一生懸命に否定していたが、コンペ当日の記録映像、広報チームがさつきを密着撮影していたカメラのデータが決定的な証拠になった。阿久津がコンペ直前に舞台袖へ忍び込み、配線周りをいじるような仕草をしていたのだ。会社としても、社長の息子とはいえ不正行為は見過ごせない。上層部はその証拠をもとに阿久津を厳しく問いただし、最終的に休職という形で社内から一時退かせることとなった。事実上の降格処分と囁かれるその結果は、かつての横暴ぶりを知る社員たちからすると、むしろ当然の結果だったらしい。そんなある日、俺はいつものようにさつきとゲームのミーティングをしていた。じゃあ、次のテスト版では、イベントの進行をもう少しテンポ良くして、ここの演出には新しい BGM を差し込みましょうか。ちょっとドラマチックに盛り上げたいので。了解です。じゃあ俺、サビの部分を強調するように作り直してみますね。こんな感じに。俺は慌ただしくキーボードを操作しながら、サウンドソフトの設定を変更していく。さつきは横で資料をめくりつつ、いいですね。期待してます。と、いつもの明るい声で応じてくれる。その時、不意に俺のスマホが鳴った。着信の画面を見て、思わずはぁとため息がこぼれる。さつきが眉を潜め、首をかしげた。どうしたんですか？また誰かから仕事の依頼？いや、父からの電話なんです。実はあれからすごく連絡が増えちゃって、正直ちょっと戸惑ってるんですよね。そう答えてスマホを手で覆う。コンペの日以来、父はまるで人が変わったように何度も連絡をよこしてくるようになった。もともとろくに会話すらしなかったのに、今ではちゃんと食事はしてるかだの、音楽の仕事は順調かなどと、まるで過保護な親のようだ。少し前なら考えられないほどの変化で、こちらとしては嬉しい反面、どう扱っていいのかわからない。お父様、きっと心配してたんですよ。さつきはくすっと笑いながら言う。確かに、父なりにこれまで広がっていた溝を、どうにかして埋めようとしてくれているのかもしれない。そうなのかな。でもこないだなんか、お前の会社の人や、作ってるゲームはどうなんだって、しつこく聞かれて、今日はついに、今度家に連れてこいって言われました。しかも、あの朝倉さんをって。え？思わずビクッと反応するさつき。俺は気まずそうに画面を見つめながら、続きを口にした。どうも、父は、俺と君が付き合ってるって勘違いしてるみたいなんだよね。そう言うと、さつきはしばらく、瞬きすら忘れたように固まっていたが、すぐに肩を揺らして笑い始めた。なるほど。それなら、いっそ付き合っちゃってるってことでいいじゃないですか。さつきは軽く目を伏せ、照れ隠しのように机の上のペンを転がした。私、もし本当にそうなれたら嬉しいですけど、藤倉さんは迷惑ですか？いや、そんな迷惑なんて。言いかけたところで、職場の廊下から誰かが走り寄ってくる足音が聞こえ、俺たちは思わず顔を見合わせる。朝倉さん、藤倉くん、次のミーティング始まりますよ。社内のスタッフからの呼び声だ。どうやら新プロジェクトの進捗を共有する会議の時間が来たらしい。二人で慌てて資料を抱え、モニターを閉じると、さつきが小声で耳元に囁いた。また後でちゃんと話しましょう。うん、そうだね。
ほんの短い言葉のやりとりでも、互いの気持ちがはっきりと伝わった気がした。父の勘違いが生んだ誤解なのか、いや、実際にはもう誤解じゃないのか。それすらも、今は何とも言えない。けれど、これだけは確かだ。さつきと俺は、ただの同僚や仲間以上の存在へ、確実に一歩を踏み出そうとしている。